1977年、祖父はトヨタクラウンロイヤルサルーンを購入しました。祖父は1994年に亡くなるまでこの車を愛しました。祖父が亡くなった後、この車はかなり傷んでいたために処分されそうになりましたが、孫が欲しいから置いておいてほしいと親族に頼みました。その後、しばらくしてこの車は孫が免許を取得すると通学に使用されることになりました。1977年の登録から2000年まで23年間車検を切らさずに乗り継がれてきましたが、経済的事情でナンバーを外すことになりました。2000年から2006年まで屋根なし駐車場に野ざらしにされたクラウンは一気に劣化が進んでいきました。その駐車場に置いておくこともできなくなり、ついに廃車にすることになりました。お別れする前に私たちは最後に車体をきれいに洗車した後にエンジンがかかるかを試してみたくなりました。エンジンはかかりそうになるものの、結局始動することはできなかったのですが、そのまま廃車にすることは気持ち的にできず、整備工場にエンジンがかかる状態にするのにいくら費用がかかるか見てもらうことにしました。整備工場からはすぐにエンジンがかかったという連絡が来ました。燃料パイプを修理しただけで治ったということでした。私たちは祖父の形見のこの車を廃車にする決心が揺らぎました。そしてこの車を新車の時から整備してくれている整備士が修理をこれからも引き受けてくれると言ってくれました。そしてボロボロになってしまったクラウンを再生させる計画を整備士が考えてくれました。車体をバラバラに分解してシャーシとボディを分離してからドナーとなる程度の良い車のボディと乗せ替えることになりました。私たちのクラウンは最高グレードの 2600cc のロイヤルサルーンです。ドナー車両にロイヤルサルーンを探してもらいましたが、なかなか見つからず、排気量の小さいスーパーサルーンしか見つかりません。ロイヤルサルーンとスーパーサルーンは、エンジン排気量の違いだけでなく、ボディの長さとデザインも違っています。スーパーサルーンをドナーにすると、ボディをそっくり入れ替えられなくなり、作業は増えてしまいます。それでも整備工場長はロイヤルサルーンになるようにうまくやってくれるということになりました。工場が暇な合間を見て作業するから時間はかかる代わりに費用は軽自動車の新車価格以下でやってくれることになりました。私たちのクラウンとドナーで購入したクラウンはバラバラにされていきました。シャーシ、エンジン、ミッション、主要な部分はオリジナルのホストの部品が使用されます。シャーシは錆を落として補修されました。ドナー車両は赤茶色のボディ色です。ホスト車両はベージュ色です。インストルメントパネルの配線は膨大で、その作業は電装屋さんに外注していました。この再生作業は2006年8月から2007年5月にかけて行われました。だんだんと形ができてくると、車に魂が吹き込まれていくような気がします。全塗装が終わっても中はまだバラバラです。本当に大変な作業です。
そして2007年、ついに完成し、公道復帰を果たしました。それから2020年まで日常的に使用され続けてきました。しかし、またしても経済的事情で2020年にナンバーを外しました。このクラウンは、それから2023年現在までは屋内車庫保管され、今度はひ孫によって公道復帰してもらうのを待っています。エンジンをかけてみます。一発でかかります。回転数も安定しています。内装も綺麗な状態です。いつの日かまたこのクラウンが走り出すことを願って時々エンジンをかけています。